こんにちは、ネジの稲本です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日は今ね、成田空港にいます。朝の8時半です。もうね、チェックインを終えて、あとは制限エリア内に入るだけなんですけど、いつもね、展望デッキに来るのが楽しみなので、また来ています。マイル旅なんですけど、今回も。で、マイル旅で特典航空券を使ってビジネスクラスが取れました。今回スイス航空利用します。で、そのスイス航空のビジネスクラスって席がちょっと特殊なんですよね。で、2人席と1人席があって、最初は2人席の窓際を取ってたんですけど、窓際はどうやらね、隣の人をまたいで行かないといけないということで、ちょっとビジネスせっかく乗るのに、しかも10時間半と長いのにちょっとそれはきついなと思って、席が空いたのに通路側の右側の席を取ったんですよね。でそしたらオンラインチェックインのメールが入った時に座席が指定できるということで、スイス航空のホームページの方に、行きました。でそれで見たら追加料金を払えば1人席、今いわゆるね王様シートって言われてるんですけど、王様シートが取れるんだったんですね。で金額がね3万4500円ぐらい、結構お値段がね高くってちょっと悩んでたんですけど、なかなかねこう乗れる機会ってないかなとか思って、じゃあ取ろうって思ったんですけど、一応席がねその1人席だけほとんど全部空いてたんですよ。チェックインの、多分12時間ぐらい前まで全部空いてたんですけど、すごい迷ってでオンラインチェックインができるギリギリのところ行く道中でもうボタンを押そうと思って押したら手続きができませんでしたっていうふうに表示されちゃって、なんだって思って、あとはもうチェックインカウンターで座席変更を試みようと思って、でチェックインカウンターに行ってオンラインチェックインをやめてチェックインしたんですよ。でその時に座席変更できますかって聞いたら、1人席に変えてもらうことができました。しかももう支払う気満々でカード出してたんですけど、何も請求もされなかったんですよ。これはもしかしたらあんまり知られてないのかな。オンラインチェックインでも無料でできたらしいんですけど、私が予約した時はオンラインチェックインで無料の席はなかったんで、なんか変わったのかなわかんないけど、すごいラッキーと思って、だから3万4500円払う気満々で、ちょっとね仕事をまた頑張ればいいやと思って、ご褒美だと思って行ったんですけど、じゃあ海田市美味しいものを食べてこようかなっていうふうに思ってます。今日は9月23日、今朝の8時15分です。気温22度だって、だいぶ涼しくなりましたね。一昨日ぐらいまで30度超えてたんですけどね。これからチューリッヒに向けて出発します。座席変更がまだできるかなと思って。今お席8列目の G のお席、はい、そうですね。はい。一人席の方。一人席ですね。はい。ハサミやカッターなどの刃物類100ミリこれしたいですか？大丈夫です。ありがとうございます。お待たせいたしました。本日搭乗口37番搭乗口、10時25分からグループ2番でご案内いたします。わかりました。ラウンジ A0 のラウンジ52番搭乗口近くにございますので、はい、お時間までお待ちください。ありがとうございます。なんと追加料金なかった。なんでだろう。オンラインチェックインの時は3万4000円の表示だったんだよね。ってことは当日空いてれば無料で入れ替えられるってことなんだ。すごい、ちょっと運だけど。やったー。で今回の旅行はまず、成田からチューリッヒまで10時55分出発の現地が6時半に到着予定です。で、その後ですね3日間というか3泊4日で滞在して、その後は、またビジネスクラスの国際線なのかミラノに行きます。イタリアのミラノの方に飛んで1時間ぐらいですけどね、
それも特典航空券で乗り継ぎ便っていうのかな、取れたんですよ。ちょっとうまい取り方があるので、これもまた紹介したいなと思うんですけど、でミラノに行ってミラノで2泊します。でミラノではちょっと布屋さんが結構多いので、そこでちょっと見たいなっていうのと、あとやっぱりね歴史的建造物というのも見ていきたいなっていうふうに思ってます。でミラノの後はフィレンツェに向かいます。フィレンツェじゃない、ベネチアに向かいます。ベネチアはね、イタリア語でベネチアって言うんですけど、英語でベニスって言うんですよ。なんか別の地域かと思ってたんですけど、同じらしいです。ベネチアには3泊します。ちょっとやっぱり水の都ということで、他の島とかも見てみたいなと思って、そういうことにして、でその後ですね、フィレンツェに向かいます。でフィレンツェは2泊になります。でフィレンツェの後は、もう電車で移動してるんですけれども、ミラノからも電車で移動してるんですけど、でフィレンツェからはローマに行きます。でそのフィレンツェに滞在中にピサっていうところにも行こうと思っています。ピサってね、こう筒になってるやつがちょっと斜めにこう傾いてるやつ、それもねちょっと見に行ってみたいなっていうふうに思ってます。でイタリアのローマはこれで2回目なんですけど、2回目って言ってもね、短大の卒業旅行で行ったのが初めてなんで、もう30年以上ぶりぐらいになるんですけど、でローマで少し観光して、それで日本に帰るという、中国の今度帰りはね中華航空しか取れなかったので、中華航空で広州に寄って、成田にまた帰ります。で今回は2週間の旅になります。それでは行ってきます。まずねラウンジ体験行きたいと思います。行ってきます。成田に秋葉原がある。面白いね。緑色の穴が初めて。10時55分終了。日本っぽい感じ。成田空港もおしゃれよね。羽田を使うことが多いんですけど、以前は成田でした。朝だからちょっと人も少ないかなと思ったけど、意外といますね。マック行列。ただラウンジが前回迷ったけど、ここ登れないと思って前回通り過ぎちゃったんだけど、ちょっと分かりにくいね。進入禁止かと思ったらカートだけなんですよね。ここから下に降りていきます。着いた。朝ごはん食べます。アナのラウンジって1時からなんですか？まだ22番台は1時からなんですけど、今空いてるのは52番の52番。はい、ちょうどここから今51が窓の外に見えるんですけど、はい、ここずっとまっすぐ行きますと、はい、こっちの方がいいな。行ったことないから。行ったり来たりで疲れるね。ちょっともうさ、かれこれ私30分ぐらい歩いてる。でもなんか今回リュック1個でもうね、こんな感じでリュック1個で来てるんですけど、もうねかれこれ30分ぐらい歩いてる。バカみたい、本当。いつもこういうね、もう方向音痴なのやだ本当。さあ、じゃあこれ上がっていきましょう。前回行ってないラウンジがあるってことなんだね。上の方が飛行機見えていいね。ちょっと1時間ぐらいゆっくりできそう。もう疲れた。朝からヘトヘト。もうお腹も空いたし。あ、ここだ。
たよ。こんにちは。広いね、こっちの方が。眺めもいいし。結構人いる。結構荷物を下ろしてる。こっちも行ってみましょう。すごい広い。こっちは人いないけどね。こんなに広いんだ。誰もいない。静かなエリアになってますね。何食べようかな。朝ごはん。お腹いっぱいにならないようにしないと。カレー食べますか。寝ごってご飯。面白い。すごい。ご飯出てきた。後でカレーを食べよう。これサンドイッチはもらっていこうかな。ビール、焼きそば。ルーロー焼きそば。オムレツ食べたいけどな。どうしよう。いっぱい食べてお腹いっぱいになっちゃうかな。朝だけど飲んじゃう。今回の座席なんですけど、これを座席選択するってすると金額がこんな感じ、34,350円だったんですよ。ですごい迷ったんですけど、どうしようかなって迷ってるうちに朝になってしまって、でオンラインのカウンターの方でまだ席が空いてたら取ろうと思ったんですよね。そしたらね、普通にこの席結局取れたんですけど、お金も追加料金かからずに取ることができました。すごい超ラッキー。34,350円払う予定だったのが浮いたような感じなので、ちょっとチューリヒスイス結構交通費がすごい高いので、美味しいものを食べるのに当てたいと思います。今回もねマイル旅なんですけど、こんな感じですね。東京からチューリヒ、これから向かって特典ビジネスで取れてます。でチューリヒからミラノ、3日後ですね。チューリヒからミラノに向かいます。帰りは10月6日ローマから広州経由で成田に帰るというルートです。今回の必要マイル数が今年の多分4月ぐらいに変わったんだよね。だからちょっと上がったみたいです。91,500マイルで支払い金額が76,410円。普通に取ったらねすごい高いんですよ、ビジネスの金額。これもね調べてあるので、ちょっと画像でスクショしたやつを紹介したいと思いますけど、で今、このローマからの帰りの飛行機の
座席の指定をもう一回ちょっと見ようと思って紹介しようと思ったんですけど、今度この画面に変わりました。座席属性が通路側か窓側っていう風にしかない。でこの飛行機はね 2列4列2列でした。私はもう窓側の席を取ってるので、もうこのまま変更なしで行きます。帰りね中華航空なんでね初めてなんですけど、今回飛行機スイス航空もそうですけどどっちも初めてですね。楽しみです。なんか朝からビール飲んじゃった。さて行かねば、またね今度ね来た道は戻るので行ったり来たりしてるけど、ここね52番ゲートのとこなんですけど、出発のゲートは37番。もうね10時半になっちゃった。25分から搭乗開始なんですけど、いつもねこんな感じでのんびりなんだよね。でもねリュック背負って長いこと立って待つのもあれだしね。搭乗開始は30分前か。私は普段ねエコノミーでずっと旅してきましたからね、ビジネスなんてねとんでもないですよね。ほらグリーンのさっき遠くから見えたやつ珍しいからちょっと撮っといちゃう。さあ遊んでる場合じゃないの。急げ。昨日は教室だったんですけど、帰りにユニクロに寄ったら、これエアリズムなんですけど、エアリズムが500円で売ってて、おラッキーと思って、結局ねちょっと心配になってニットの長袖も入れたのでちょっと荷物増やしました。なので結構背中の荷物がとっても重いけど頑張ります。多分8キロちょっとあるのかな。本当パソコンがなければねもうちょっと軽いんだよね。でもエアリズムいいですよ。今日暑い。朝は涼しくて長袖着てきたんですけど、結局脱いじゃったから、その脱いだ分も入ってるし重いよ。上かな。まだだった。優先搭乗。さあ行きましょう。どんな席なんでしょう。楽しみ。お待たせいたしました。拝見いたします。10の計、はい、まっすぐ行って右手の。はい、私が座ろうと思ってたのはここだ。結構広いよね。窓際がいいので、ここにします。だ。座席はこんな感じ。この席にしようか迷ってたの。これがオープンシートだって通称。すごい入れるところもいっぱいある。これなんだろう。引き出しになってる。パソコンも開けて。これなんだ。リモコンとか置くのかな。
とね、入れる引き出しってよくわからない。でもどうなってんの？おお、なんか入れられる、ここに。で、このカウンターとスリッパ。あと毛布と枕。失礼いたします。メイドドリンクシャンペーンとかフローダーというソーダでございます。やっぱりスペースあるといいわ。よかったこれね。こっちにして。このここ。ガジェット。シートかな。シャンペーンまたフローダーというであ、すね。シャンペーンで。どうぞお願いします。ありがとうございます。ウェルカムシャンパン。いただきます。ウェルカムドリンクでシャンペーンまたフローダーというジュースでございます。今回座席のシートが3点式だったんですよ。ちょっと初めてなのでなんか不思議な感じでした。飛行機なんですけどね、車に乗ってるみたい。でビジネスクラスはね、こんなスリッパとかアメニティがついてくるんですよね。今回ちょっと紹介したいと思います。この缶はね、ビクトリノクスの缶になってます。でこの中にソックスとか、あと歯ブラシとかが入ってました。このね、赤いソックスね、早速使いましたね、機内で。でもリュック1個で今回旅してるので、ちょっと缶はかさばるなって思ったんですけどね、記念なのでいただいてきました。でこの歯ブラシね、木だったんですよね。なかなか使いにくいですね。あとはリップと歯磨き粉とアイマスクです。あと、耳栓かな、これ結構使いました。でこのアイマスクもね、このぐらい簡易なものでいいんじゃないかなって、ね、最近は思います。なんかかさばるもの結局持ってきちゃったけど、まあいいや。帰りはちなみにビジネスではないので記念に持って帰るんだろうな。これを背負って帰らなきゃいけないっていうね、任務が待ってますけど。リンク後、チューリッヒまでの飛行時間は13時間30分の予定でございます。本日は北ルートで航行いたしますので、成田を終えまして、これより北上し、米日海、北極海に行くノルウェー、イギリス、そしてヨーロッパへと入ってまいります。なお、ただいまのチューリッヒの天候は晴れ、気温は節水18度でございます。今回の飛行時間は成田からチューリッヒまで13時間30分になります。で今回もですね、北極海周りで飛行するというふうに案内があるんですけれども、私はですね、結構長距離フライト苦じゃないんですよね。昔から乗り物が好きなので、家族で旅行する時とかも長い路線乗っても全く苦じゃなかったので、しかも今回ビジネスクラスで日中に乗れるので、もういくらでも乗ってたいなっていう気分ですね。エコノミーで長距離フライトだとやっぱりね、足むくむんですけどね、ビジネスだと足が伸ばせるところいいですよね。で離陸前にインスタとか YouTube とかの更新を済ませて、やっとメニュー見れてるところです。ワインが好きだから、白ワインIf the life jacket does not inflate or needs more air, blow through the rubber tube. In case of emergency on water, でまだね、飛行機動き始めてないんですけど、この後ね、もう私ね、早速やらかしてて冷や汗かくんですけれども、カメラでね、ちょっとこの機内の様子をね映してるとこなんですよね。で映しながら気がついたんですけれども、なんとですね、この後とんでもないものが映ります。ほら見て、ここパスポートずーっとここに置きっぱなしだったんですよ。で撮りながら気がついて、もう冷や汗でした。皆様もお気をつけください。ハンガーが
でも特に何もない。さあ、いい眺め。やっぱ窓側にしてよかった。で今回の飛行ルートはこの今実際に映ってるルートとは違って北極海周りなんですけど、ロシアの問題がなければこのルートで飛んでいくような感じになってるようです。でもね、北極海ルートもねすごく眺めがいいので、これからヨーロッパ行かれる方は今なら北極海ルートになってるんじゃないかなと思います。実際ねこのねロシア上空はね本当に何もないんですよね。森林が見えるような感じでしたね、過去に乗った時は。映画は何がやってるか、ランゲージフィルターっていうのがあるから、日本語を選ぶお金アカンマンとか、ちょっとね飛行機が混み合ってますっていうことで順番待ちしてるとこなんですけれども、少しこの日遅れましたね。このね後ろにも、この今の飛行機の後ろにもほら待ってるんですよ、飛行機が渋滞してるの。もう次々と空に飛んでいくっていう感じですよ。不思議ですね。車と同じように渋滞してるんですよ。この後もう一機ありますね。はい、じゃあ空飛んでいきます。この瞬間が私はね結構好きですね。海外に行くときは最近はもうね羽田空港を利用することが多いんですけれども、成田空港の上空は、千葉県の上空なんですけど結構グリーンが多い印象ですね。ゴルフ場とかもあるからかな。でこの後ねもう雲の上に行ってしまうんですけれども、この日はちょっと雲が多くって雲の上は青空なんですけどね。機内ではインターネットと電話サービスをご利用いただきます。お手持ちの電子機器をスペースコネクト Wi-Fi に接続。失礼いたします。ファーストコースからお伺いいたします。キノコですね。メインコースは牛肉で、はい。スイスのビールなんかねフルーティーな感じ。いつもはドライなんだけどせっかくなので眺めのいい VIP 席みたいな
マソース和えっていうのを頼んでみました。美味しそうじゃない？なんか普通のレストランみたい。しかもさ、ほら青空、青空レストランですよ。まさに美味しそう。ゆっくりいただきます。今回のご飯すごく美味しそうでしょ。なんかレストランみたいな感じでテーブルクロスをかけてくれるんですよね。そしてね、このフォークとかこうカトラリーもこうねちゃんと包んであって、これすごくね冷え冷えでした。なんかこれまでずっとエコノミーで旅を続けてきたので、ビジネスクラスっていうのは結構憧れのステータスっていうんですかね、だったんですけど、まさかね同じ飛行機に乗っていて食事がここまで違うとは思いませんでした。今回マイル旅でこのような贅沢な経験をさせていただいていますけれども、実は前回の春の旅行でもシンガポールまではアナのビジネスクラスを利用させていただいたんですよね。その時は日本食がすごく豪華で全部ね食べきれなかったんですけど、今回のこのスイス航空は全部ねお食事美味しくいただくことができました。で、私はお酒が好きなんですけど、皆さんご覧になってるとよくわかると思うんですが、普段はねエコノミーで乗ってる時はビールだけを頼んでました。なんだけどビールって結構ねお腹膨れちゃうので、今回はワインで美味しくいただくようにしてたらですね、結構完食できたんですよ。すっごいこのほうれん草の前菜なんですけど美味しかったですね。っていうかどれも美味しかったんですよ。あとね、この後出てくるお肉がね相当美味しかったので、ちょっと映像をご覧いただきたいなと思います。その前にスイスといえばチーズですよね。このチーズの盛り合わせも美味しかったですね。なんかいろんな種類があったんですけど、なんかどれも美味しかった。もうなんかいろんなの食べ過ぎてどれがどれってちょっともう覚えてないんですけど、とにかくね美味しかった。パンも美味しかったのよね。なんか全部食べれたのが不思議なぐらいもぐもぐ食べてますね。あとね、このちょっと椎茸っぽく見えるパン、これがね結構美味しかった。これねプレッツェルみたいな感じの味だったので、多分プレッツェルだと思う。形がねちょっと違いますけどね、素材的には同じじゃないかなっていう、ちょっと塩味があって塩がかかってて結構美味しかった。多分美味しいって言ってる。もう飛行機の中ゴー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 うるさくて私の声全然入ってなかったので、ちょっと今回アフレコにしてますけれども、もう美味しい美味しい言ってますね。ワインのおかわりはしました。これはねドイツの白ワインリースリング。リースリングね飲みやすいんだよね。私も結構白ワインはリースリングを飲むことが多いです。さっきはねスイスの白ワインで、飲んだ時の最初のウェルカムシャンパンはフランスのシャンパンだそうです。まだメイン来てないのでお腹いっぱいになっちゃいそう。ということでここでメインやっとね登場なんですけど、このお肉がめちゃくちゃ美味しかったんですよ。まさかねビジネスクラスってこういうのをいただいてたとは思いませんでしたね。私はいつもエコノミーの機内食で満足してたんですけど、この肉がですねこの同じ飛行機で食べれてると思ったらね、また乗りたいって思っちゃいますよ。すごい美味しい。もうね結構お腹いっぱいって感じなんですけど、でもね結構食べれましたね。このお肉ペロッと食べちゃったんですよ。この後で外眺めながらワイン飲んで至福のひとときですね。なかなかね味わえないですね。ペロッと食べちゃいましたよ。でこの後デザートをいただきました。このデザートもまたね美味しいんですよ。スイスはチーズとチョコレートが有名なんですけど、このケーキチョコレートケーキでとっても美味しかったです。デザートちょっと酔っ払ってるのかもしれない。この時なんか皆さんにねどうぞって感じで映像で食べさせてるところがありました。ちょっと恥ずかしいんですけど、よかったら召し上がれ。
食後はしばらくすると機内が暗くなりました。でちょっとねボタン操作してどのぐらいフラットになるのかなっていうところね試してるところです。ちょっと暗くて見えないんですけど、こんな感じでボタンを押しながら遊んでました。この座席のシートもチェック柄で可愛いんですけど、もう完全にフルフラットになりましたね。時間にするとまだ夕方なので全然眠くなかったんですけど、なんとなく機内も暗くなったので、せっかくなのでアメニティでついてた赤い靴下を履いて横になってみました。こんなことをやりながらですね、ちょっとうとうとっとしたんですけど、やっぱり寝れなかったですね。寝れなかったので映画を見てました。でちょっとここでね油断してたんですけど、エコノミーの時はだいたいねマスクをするんですよ、乾燥するから。でビジネスでこう横になったりとかするといつもと同じ感じになっちゃってマスクするの忘れちゃったんですよね。そしたらねやっぱりちょっと乾燥してて喉が渇きました。カタログを何気に見てたんだけど、これ重さ測るウェイトのやつ22スイスフランだった。多分これ1000円ぐらいで買ってるんだよね。やっぱり高いね。これ免税なんだけど22フランってことは多分2000円ぐらいになるのかな。結局ね寝ないつもりだったんですけど、機内も暗くなって映画見てたらちょっとうとうとうとして2時間ぐらい寝てました。で、見たらね北極海上空周りなのでグリーンランドの上空の景色がねとっても綺麗でずっと眺めてました。とっても綺麗でしょう。もうねほんの一瞬なんですけど朝日が当たってこの日のねグラデーションがとっても美しかったです。画像でね伝わってるといいなって思うんですけどね。でここからねよく見てるとねなんか氷河みたいなのが見えたんですよね。ちょっと撮っとこうと思って、さっきとはまたね違う景色になりました。白クマとかね見えないかなと思ってねズームしてたんですけどね、さすがにねそこまでは見えなかったですね。ペンギンさんも見えませんでした。残念。ちょっとね小腹空いたなって時にねおにぎりをいただきました。あとお茶、まさかねこんな風に飲めるとは思いませんでしたけど美味しくいただきました。それではせっかくなのでこのビジネスクラスのこの設備ちょっと紹介したいと思います。この王様シートってこの両脇に収納スペースが結構たくさんあってですね、もうこういう風にいろんなものをねせっかくなので使おうってことで入れてました。意外とねこのねサコッシュ貴重品なんですけど、意外と入るんですよね。ピタッと収まるし、防犯にもなるから大丈夫かなと思って入れちゃったんですけど、あとテーブルとかね、これちょっと出し方が分からなかったですね。で明るくなったのでちょっとシートのリクライニングももう一度撮ってみました。もう完全にフルフラットになりますよ。もしかしたらねもうビジネスクラスでこの王様シート乗れることないかもしれないので、もうねたっぷり堪能しております。ちょっとにやけてますよね。
早速ねこの靴下も履いてます。これ横になった時の視界がねこんな感じなんですよね。天井を見上げてます。なんとですねこの座席ねシートマッサージ機能がついてたんですよ。で試しにやってみたんですけど、あんまりなんかそんなにマッサージっていう感じではなかったですけど、ないよりはねあった方がいいかなっていうところでいっぱい試しておりました。ここにねハンガーがついてたんですけど、コートは預けられるようになってたみたいですね。でこのゴムバンドもよくわからなかったです、使い方が。でボタンがねとにかくいっぱいあって、いろいろ触ってみたところなんですけど、おのぼりさんみたいですよね。コンセントは座席の横のところにありました。日本のコンセントもそのまま使えたんですけど、ヨーロッパはねタイプ C なのでもうそのままつけて持ち込んでたのでこのまま使ってます。いいお天気ですよね。でこの後機内食、最後の機内食が出ました。これ朝食です。選んだのはキャロットって書いてあるサラダだったんですけど、ちょっとねこれはね味いまいちでした。なんかさっきまでの食事が美味しすぎたからねちょっと全部食べきれなかったんですけど、またねワインをおかわりしております。でね動画編集しながら自分がね何杯飲んだんだろうって数えてみたんですけどね、なんとね6杯ぐらい飲んでおりました。結構ねのんべいでお恥ずかしいんですけれども、飛行機に乗ってるとねあんまり酔わないんですよね私ね。ちょっと後が怖いですけれども美味しくいただいております。あと1時間半ほどで到着です。あともう少しで到着というところなんですが、ちょっとね空の天気が変わってきましたね。少しずつね曇ってましたね。お天気がちょっと心配なんですけれども、いつもねこの飛行機の上からの景色を楽しんでるんですけど、この日はね雲がいっぱいで全くね見えることなかったんですよね。でちょっとずつ雲が抜けて降下したところでやっとこんな感じで見えてきました。でもやっぱり雲多いですね。飛行機の時間13時間半だったんですけど、そんなにね長く感じることもなく、まだね乗ってたいぐらいだったんですけど、無事13時間半の飛行機の旅を終えてスイスのチューリッヒ空港に到着しました。チューリッヒ空港到着しました。なんか電車に乗るのかな。9時5分。お水の金額チェック。お水 5.7 スイスフラン。コーラは 3.95。今スイスフランが170円ぐらいかな。ユーロより高いです。さて
荷物のピックアップがないのはすごく楽ですね。さあ到着しましたよ。ショッピングだって。電車に乗らないと明るいうちになんとか市内に行きたい。電車はどこだろう。そのまままっすぐかな。トレインステーションって書いてある。そのまま出てそのまま直進。これかな。トレインステーション。電車代も相当高いらしいけどいくらなんだろう。すごいタバコ臭。ヨーロッパはみんなタバコ吸ってますからね。仕方ないですけどね。キオスクありますよ。キオスク。空港だから高いのかなと思ったけど同じかな。ここも 3.75 スイスフランだからエビアン 500ml がいくらなんだろう。300、600円ぐらいだいたい。高っ。さてさすがに今回はね咳してる人いないかも。なんか前回来た時はもう咳してる人結構いたけど。さてここから地下に行くのかな。スーツケースないのは身軽だけど背中がめっちゃ重い。初めてのスイスですよ。式が分かりやすくていいなこれ。バスステーショントラム。どこだろう。バスステーショントラム。どこだ。駅。トレイン3番4番3番4番。コープがある。ここでちょっとお金を下ろしたいんだけどここじゃなくてもいいかな。あ、これかな。3番4番。ここからインターラーケンとかも行けるんだね。チューリッヒ。これか。チケットにもうあそこホームだよね。あったあった。レールチケット。これだな。チケットを買います。明日からのチケットはあるけど今日のがないんだよね。さあどうやって買うのか。レッツゴー。English from to これかな。6時35分。ちょっとちゃんと調べないと。書いた。そう。4万線。これで読めないよね、字が。45。Der Intercity nach Zürich Hauptbahnhof Wien Abfahrt 18:48 fährt ab Gleis 3. 7 Wagen von den Sektoren C und D fahren nur bis Wien. Bitte Anschriften am Zug beachten. 7スイスフラン。いくらだろう。高っ。多分1200円ぐらい。片道1200円。10分しか乗らないのに。かっこいいね。
ね、スイスの電車。レストラン車があるんだ。これから中央駅に向かって、まず今日の滞在先に向かう。なんか常磐線の電車に似てる。ボックス席。普通の国鉄なんだけどね。時間は18時48分。ちょっとチケット買うのに戸惑いました。文字が読めなかった。あ、でも無事に行くかな。空港から12分でチューリヒ中央駅到着しました。すごい早い。こんなに早いんだ。とりあえず迷わず行けるかな。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画もですね、昨年の9月に、メインチャンネルのね、ネジ手作りのある暮らしの方で紹介していた動画の再編集版になるんですけれども、実際現在ですね、かなり再生数が回っているので、同じ動画がねまた重複してしまうのどうしようかなって思ったんですけれども、今回はこちらの旅チャンネルの方で改めて紹介したくて、ちょっと短くしてですね紹介させていただきました。で、次の動画からですね、チューリヒの観光編がスタートしますけれども、前回もうすでに公開している動画をまた分割して行き先ごとに再編集をしていきますので、よかったら続きの動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。それからですね、現在ですね、スイスフラン調べたところ185円になっていました。ちょうどね、昨年の1年前ですね、1年前から比べて10円以上値上がりしてますので、これからねスイス旅行される方はですね、もう覚悟の上で旅を楽しんできてください。もうでもね、円安だからって言ってると何も楽しめなくなっちゃいますから、現地に行ったらね、もう計算などせずに、もう現地の食べ物を食べて、美味しいものを食べて帰ってきてください。それでは皆様、良い旅を。もうナビないとつかない。Google 様につけてもらってます。